皆さんこんにちは。とこママ情報局です。今日は神奈川県の平塚にやってまいりました。平塚といえば湘南平塚海の町というイメージがありますけれども、この平塚にですね大変珍しい、学問の神様が祀られている神社があるということで、今日はね車を走らせてやってきました。今日お伺いする神社は先取神社という神社です。もう先取というお名前自体がね、もう先に取るみたいな、こう前のめりのやる気に満ちたような、そんな響きもね感じられるようなお名前の神社ですけれども、この先取神社に祀られている神様がとっても素晴らしい学問の神様ということなんですよね。学問の神様といえば、天神様の菅原道真公が大変有名ですけれども、こちら先取神社の神様は今回私も実は初めて知ったお名前の神様だったんですね。そんな、先取神社の学問の神様、一体どんな神様なんでしょうか。それではこれから参拝に上がりたいと思います。この辺りはね住宅街になっているんですけれども、鳥居がありました。こちらですね。はい、立派な明神鳥居が立っています。そして先取神社の大きな石碑、縁起式台社、相模の国第四の宮、そしてこちらにはですね学問の宮小学神社の石碑も立っているんですよね。学問の神様がいらっしゃりそうな感じです。鳥居の上には緑のとっても綺麗な金縁の額、円額かかってますね。すごく綺麗です。それでは鳥居をくぐって参道を進んでいきます。失礼いたします。結構参道が長いんですよね。これ参道の両側には桜です。いや待って、ちょっともう結構つぼみが膨らんでいますよ。すごい。これは桜の時期は綺麗でしょうね。そして水は流れてません。川ないんですけれども、赤い新橋がかけられていますね。いい参道ですね。参道のねこちら側は駐車場になっていて、結構たくさんの台数止められるようになっています。そしてこちら側には幼稚園があります。先取幼稚園、子どもたちの可愛らしい声が響いていますね。ちょっと待って、鐘がありますね。これ先取神社の鐘みたいです。鐘つくは1人1回で優しくついてください。神社に鐘、ちょっと仏教の名残があるんでしょうか。お寺的なね要素もあるのかもしれないですね。子どもたちがこの鐘をつくんでしょうね。1人1回ずつって書いてありました。いいですね。さあこちらにの鳥居がありました。阿吽の狛犬様ですね。二の鳥居は神明鳥居です。失礼します。二の鳥居をくぐると木々が生えていて、鎮守の森という感じですね。で鳥たちが結構
羽ばたきがあったりしてちょっとびっくりしますけれども、なんかね、鳥の鳴き声、もう葉っぱが風で揺れる音、すごくここで一気にこう空気感が清らかになるという感じがします。そして参道の左側にご神木がありました。大欅ですって、樹齢は約300年。未だ元気な欅なんだそうです。すごい。かなりの高さがありますね。もうまさに天に向かってまっすぐにそびえ立っているという感じで、幹の部分はなかなかやっぱり太いですね。さあ、そしてご神木、参道の方に戻りまして、正面には御社殿が見えてきました。こちらが手水社です。ここには手水屋と書いてありますね。手水社、手水屋、いろいろと言い方はあるようです。神社名の先取は平安以前の古い地名で、相模川河原に接する自然堤防の南端という地形名から来ていると言われています。この先取の地に奈良時代以前、畿内から御祭神を宇治の神とする宇治人が移り住み、遺徳を忍び正常な地にお祭りしたのが先取神社の始まりとされています。では祀られているその神様とは、御祭神宇治の脇平津湖の命、第15代王神天皇の皇太子です。当時百済から来庁していた安智から帝王への道を学ばれた後、博士和仁を師として学問の道を開かれました。論語や戦時文などを我が国で最初に学ばれた方なのです。帰化した渡来人技術者を厚く庇護し、産業技術の導入を図られ、日本の農業、土木建築などの急速な発展をなされました。その春秋の誉れから皇太子と定められましたが、兄宝崎の命、後の仁徳天皇と皇位を譲り合い、この先取の地へと移られ、ついには兄君を立てて自らはお隠れになったのです。このことは献上の美徳として今なお語り継がれ、古今にかかわらず範とされています。この宇治の脇平津湖の命を祀る神社は全国的に数社しかなく、大変珍しいのですが、京都の石清水八幡宮にも祀られています。幼い頃から勉学に励まれ、我が国最初の文教の始祖ともいえることから、学業や受験合格の神様として崇められています。なお、先取という名前は時に違う漢字で表記されることもあったようで、御社殿内部の額にはこのように書かれていました。今は前に鳥の表記となっています。学問の神様といえば菅原道真公が有名ですが、宇治の脇平津湖の命という聡明で努力家で信念を貫いた神様がいらしたということを今回知ることができました。はい、境内には境内社が何社かありまして、こちらまず、拝見したいんですけれども、小学神社っていう神社です。見てください。もうまさにもう学問と直結している
そんなお名前の神社ですね。へえ。宇治の脇平津湖の命の学問の師、百済の王子あちきと博士ワニと菅原道真公をお祭りする神社です。6日間ご神前にて祈願されただるま、合格、学業、就職、それぞれのだるまがあり、こちらを授かり、その後無事祈願成就した折には、この正覚神社にお礼参りをして両目の入っただるまをお納めします。納めただるまはお焚き上げをしてくださいます。これらのだるまは皆様の願いが叶った証、喜びの気があふれるとても縁起の良い空間ですね。そしてこの正覚神社の横にはですね、五角の園という場所がありまして、五角形の五角と合格の言葉をかけているんですね。そういった、合格の園ということで、願かけて落ちずに通る石の道とありますね。どういうことなんだろう。この場所がもう五角形に区切られていまして、ここに石の道があるので、ここを落ちずに渡っていくという、渡っていけるような感じになっています。特に今合格祈願の必要がない私ではありますが、無事石の道を渡りきることができました。こちらは高度神社、天照大神をお祭りする神明神社と、スサノオノミコトをお祭りする八坂神社の2社をお祭りしています。そして御社殿の前にあるこちらの松の木が、幸せの松と言われている松の木、ご神木なんですけれども、なぜ幸せの松と言われているのかと言いますと、稀に4本の葉っぱをつけた松葉が見られるそうでして、その4本のね葉っぱの松葉をこう見つけて、ラッキーにも見つけて、その松を身につけると運が開けて幸運を招くと伝えられているんだそうです。今はね、松には松ぼっくりがたわわになっていますね。4本の葉っぱをつけた松。今はちょっとね、葉っぱが落ちてはいますけれども、なかなかこれ4本の葉っぱ見つけるのは難しそうですね。しばらく探してみましたが、2本3本のものばかりで4本の松葉を見つけることはとうとうできませんでした。機会がありましたら皆様もぜひ4本の松葉探しチャレンジしてみてくださいね。こちらが授かった御朱印。他にも境内社の御朱印や見開きの特別御朱印もありました。祀られている神様が記されているところがいいですね。大変珍しい飛び出す立体御朱印というのもありました。先鳥にちなんだ鳥が描かれた絵馬、デフォルメされたこんな可愛い絵馬もありましたよ。自分で書き加えてオリジナルの鳥になっているものもありました。すごく可愛いですよね。なんとですね、ちょっとびっくりしたんですけれども、境内に宇賀神様が祀られています。そうとは知らずという感じで、いやー、気はついてよかった。そしてね、ちょうどこのタイミングで鐘の音が聞こえてきました。鐘の音と鈴の音が響く境内、いいですね。いやー、今年はね、特に宇賀神様たくさんお参りしたいと思っていたので嬉しいです。気
決まった参拝方法がありまして、まずひしゃくで3回宇賀神様に水をかけます。次に水鉢の縁のくぼみに願いを込めながら小石をぐりぐりと押し付けるんです。そして2礼2拍手1礼。なかなか面白い参拝方法ですよね。なぜ石をぐりぐりするのかは分かりませんが、水鉢の縁は皆さんが小石をぐりぐりした跡がたくさん残っていました。はい、先取神社いかがでしたでしょうか。宇治の脇平津湖の命が祀られている学問のお願い事ができる神社ということでね、いやーすごくね珍しい神様のことを今回もね知ることができました。そしてね、その宇治の脇平津湖の命に学問を教えられたお師匠さんの神社がありまして、その中にもおめでたい結果を出された方々のだるまがずらりと並んでいる様子をね拝見すると、もうそのめでたいパワープラスのパワーがものすごく溢れているような感じがしまして、もうすごくいい雰囲気の中でお参りをさせていただけたなという感じがしました。そしてね、最後も撮影が終わって失礼しようかなと思った時に見つけました宇賀神様。今日はちょっとね宇賀神様に参拝できると思っていなかったので、いや驚きました。それもね嬉しかったですね。ちょっとね変わった、参拝もさせていただくことができました。今日のねこの先取神社の参拝は私にとっても新たな学びにつながるようなそんなね参拝となりました。先取神社の境内で見つけたこちらの看板、どうやら近くにカフェがあるようです。地図通りに行ってみることにしました。神社の参道から少し入ったところに緑あふれるお庭が素敵な一軒家がありました。ワクワクするようなエントランスまでのアプローチ、素敵なテラスもありますよ。ここはお花屋さん兼カフェなんです。お花を販売する傍らカフェスペースを作ってケーキや飲み物を提供しています。こちらがドリンクメニュー。でも確か表にはコーヒーとおしるこの看板がありましたよ。いつも土日限定のおしるこということですが、この日はたまたま出せますよということでラッキー。おしること抹茶ラテをいただくことにしました。テラスが見えるカウンターの席でいただきます。日の光がさんさんと差し込んで気持ちいいです。おしるこには大きな白玉がゴロッと入っていました。おしるこが染み込んだ熱々の白玉、もっちもちで美味しい。寒い中参拝し撮影した後だったので熱々のおしるこが最高でした。甘さも控えめで優しいお味。抹茶ラテも熱々で濃厚で、こちらも甘さは控えめなのでおしることも相性バッチリでした。お店のご主人も気さくにお話ししてくださいました。美味しいです。あんまり甘くないですよね。甘くないです。ちょっと飲みやすい、食べやすい。もうでもやっぱり求めている甘さはあってちょうどいい感じで本当に美味しいです。お花と緑に囲まれた癒しの空間でほっこりとしたひとときを過ごさせていただきました。ごちそうさまでした。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。
よかったらチャンネル登録お願いいたします。